は、うのやです。よろしくお願いいたします。本日、共に戦っていくカルロス・サインズ、こちら、ウィリアムズ所属でございます。このカルロス・サインズっていう男すごいんですよ。彼の父親、カルロス・サインズシニア、世界ラリー選手権の1990年、92年に優勝。で、その後、ダカールラリーっていう方に転向いたしまして、そちらでも複数回総合優勝を果たしている。60歳を超えてもなおドライバーとして活躍し続けるとんでも父親を持つカルロス・サインズジュニア、元いカルロス・サインズでございます。彼ね、本当に強いんです。強いんだけどとても不憫だドライバーで、周りの環境とかには割と恵まれている。一番恵まれてる要素といたしましては、彼のマネージャーであるいとこのカルロス・オニョーロっていうんです。過去っていう人がいるんですけど、その人がマジでおもろいの。サインズが所属しているチームのパドックから「ワマス!」ってめちゃめちゃ大声が聞こえてきたら、それは彼のいとこ過去の声でございます。彼は F1 に来る前はね、レッドブルの育成ドライバーとして、ワールドシリーズ by ルノーにてチャンピオンを獲得しているんですよ。その後、じゃあこのまま F1 上がってレッドブルの育成チームであるトロロッソ走っていくんかなって思ってたんですけど、最初に契約を結ばれたのがフェルスタッペンなんですよ。その後なんやかんやあり、セバスチャン・ベッテルセブがレッドブルを離脱しますってなって、その当時トロロッソにいた首跡がそのままレッドブルに昇格しますと。じゃあその空いたシート誰かってなった時に、その席に座ったのがこのカルロス・サインズでございます。で、翌年首跡、さっきレッドブルに昇格した人と同じチームであるトロロッソにいるフェルスタッペがトレードし、そっからは首跡とともにトロロッソで過ごすんだけど、2017年の途中にレンタル移籍っていう形でルノーに移籍します。それちょっと要は当時いなかったから軽く調べてみたんだけど、エンジンサプライヤーがもともとトロロッソってね、ルノーエンジンと契約をしてたんだけど、そこからホンダに転向しますよっていう時の契約のなんやかんやで彼がルノーに行くことになったらしい。で、その移籍直後のアメリカグランプリでは彼はなんと入賞を果たしております。本当にすごいの。で、翌年2018年は引き続きルノーから参戦し、その時のチームメイトはヒュルケンベルクで、獲得ポイントではさすがにね、ヒュル大先輩に劣っていたんですけど、入賞回数っていうのはね、彼の方が上だったんですよ。なのにもかかわらず、なんとルノーにダニエル・リカルドが移籍しますっていうことで、彼シートを追われてしまうんです。なんとかわいそうに。めちゃめちゃ成績いいのにね。その後どこ行こうかってなってる時に、2019年のシートですよね。フェルナンド・アロンソがマクラーレンから離脱というか、F1 自体をね引退しますってなって、その空いたマクラーレンのシートに彼は入るんです。で、マクラーレンのシートに入るっていうことはレッドブルの育成チームから離れるということで、も大きな決断をしたわけですよ。で、マクラーレンに入って初表彰台を飾ることができますね。この時はね、表彰式はハミルトンが立ってたんだけど、表彰式の後にやっぱハミルトンのペナルティあるよねで、順位降格するよねってシャンパンファイトはできなかったものの、彼はサインをゲットすることができました。本当にすごいんだけど、最初のマクラーレン低迷していた時期があって、その中でも彼はねめきめきと成績を残していって、2019年はチャンピオンシップなんと6位になっておりまして、この当時レッドブル、メルセデス、フェラーリがバカ強かった時期なの。このトップ3に食い込むなんてできないのね。そんな中彼はチャンピオンシップ6位に食い込んでるんです。すごいやん。で、その翌年2020年は皆さんご存知の通り、コロナ禍で開催が遅れちゃったんですよ。多分4戦ぐらい削られてしまったんですけども、開幕が遅れてる間にマクラーレンとの契約延長の話が保留になってしまったんですよ。彼こんなに成績を残しているのに。で、そのさなかフェラーリに移籍をしていたセブが離脱を発表します。で、その後任にカルロス・サインズが選ばれたんですよ。本当に成績が素晴らしかったんで。で、フェラーリに移籍が決まったからって彼は手を抜きません。その年マクラーレンで自身最高順位となる2位を獲得して、初めてシャンパンファイトに参加することができているんですよ。すごくないですか彼。ド天才で、フェラーリに移籍した1年目2021年はレッドブル、メルセデスドライバーに次ぎチャンピオンシップ5位で、2年目には自身初のポールトゥーウィンも取ってチャンピオンシップ5位で、フェラーリ3年目はレッドブル最強時代だったんですよ。覚えてます。もうずっとマックス・フェルスタッペ
ペンとセルジオ・ペレスなんですよね、勝つのがね。そんな中レッドブルドライバー以外で優勝した唯一の人物となったのがこのカルロス・サインズなんです。わかります？この凄さありえないから。あの年見てみ、ずっとレッドブルフェラーリサインズって出てくるから、フェラーリ4年目2024年、もうこれだけ成績を残してるなら彼の成績は安泰じゃないかと言われていたんですけども、先にルクレールが複数年契約発表しました。じゃあ次はサインズだなって待っていたところ、2月なんとあのニュースが飛び込んできます。ブレイキングフェラーリにルイス・ハミルトンが移籍。なんでや、カルロス・サインズこんなに頑張っていっぱいいっぱい勝ってるのに。いやそりゃあね、7回も世界チャンピオンを獲得したハミルトンですよね。でも分かってますよってなりながら、彼はまたもやドライバーのシートを追われフェラーリから出ていきます。出ていった先、2025去年ですね、こちらウィリアムズでございます。もうすごいんだから。ウィリアムズって昔はね、名門って呼ばれてたくらいめっちゃ強いチームだったんだけど、近年成績が低迷してユカペロしたりとかもあったんですけども、彼が移籍した2025、もうすごいんだから、前半勝ちまくりよ。でウィリアムズでなんと表彰台2回立ってますから、どんなことがあっても、ドライバーの席を外されても、移籍した次のチームで必ず成績を残す素晴らしすぎるドライバー、それがこちらカルロス・サインズでございます。